こんにちは。ウェルネスキッチンの関口彩子です。今回は酵素についてお話をいたします。世の中には酵素というと痩せるとか健康になる、綺麗になる、代謝アップする、様々な酵素にまつわる商品であったり、情報であったり、書物であったり、そういう言葉を耳にする機会が多いかと思います。加熱をすると酵素が壊れてしまうんではないですかとか、発酵食品を加熱したら効果がなくなってしまうんではないかとか、いろいろとご質問もいただきます。そのあたりですね、じゃあ酵素っていうのは一体何なのか、そして食べ物から本当に酵素って取る必要があるのか、様々な疑問、またはなんとなく認識している内容が本当に正しいのか、そのあたり含めて酵素についてお話をしたいと思います。酵素というものをしっかり知って、どう酵素と向き合っていけばいいのかということについてお話をしたいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってください。ウェルネスキッチンでは食から始めるアンチエイジングをテーマに、心も体も元気になる情報を続々と配信していきます。ぜひチャンネル登録してくださいね。インターネットで酵素と検索すると、酵素液、酵素ドリンク、生酵素、酵素たっぷりで痩せ体質、酵素エキスで綺麗になるなど、様々な酵素にまつわる商品や情報が見つかると思います。酵素を取るために生の食品を取るとか、酵素が入ったものを取るとか、酵素って意識して取らなければいけないものというイメージ持ってらっしゃる方が多いと思います。では、一体酵素というのは何なのか、まずお話しします。酵素というのはタンパク質なんです。発酵食品の麹菌とか乳酸菌とかの微生物と混同してしまいがちなんですけれども、酵素というのは生き物ではありません。タンパク質なんですね。動物、植物、微生物、どんな生物にも含まれているものなんですね。酵素は分解したり合成したり、様々な化学反応を起こさせる触媒なんです。触媒というとちょっと難しいかもしれませんが、酵素があることで飛躍的に化学反応が起こりやすくなるっていうことなんですね。化学反応がどんどん進むことによって、私たちの体は日々栄養を分解したり、また新しいものを合成したり、細胞を作り変えたり、悪いところを修復したり、そんなような代謝活動を行っているということなんですね。皆さんがよく知っている酵素というと、消化酵素があると思います。例えばご飯を食べると、唾液の中にアミラーゼというでんぷんを分解する酵素がありますよね。それによってでんぷんがブドウ糖に変わるんですね。消化しやすい形にするという働きがあります。タンパク質であったらプロテアーゼというタンパク質を分解する酵素があります。そして脂質であればリパーゼという脂質を分解する酵素があります。酵素というのは一つの仕事に対して一つの酵素がうまく噛み合うようにできているんですね。酵素は分かっているだけでも体内に何千種類も存在していて、一つの酵素が一つの標的にうまく噛み合うようにして、そこで化学反応が起きるようにできているんですね。この酵素があっちでもこっちでも噛み合ってっていうことになったら、体の中の調節機能がおかしくなってしまうわけですね。食べ物から取った酵素が直接吸収されて、あっちこっちで体の代謝を助けるというようなことは大きな誤解です。食べ物に含まれる酵素というのは胃液によってもうタンパク質は変質してしまうわけですね。そして最終的にはアミノ酸に分解されて小腸から吸収されるということになります。仮に酵素がそこでタンパク質のまま胃を通過してしまって、腸壁からタンパク質がそのまま吸収されるということになったら大問題です。それこそアレルギーの原因にもなってしまいますよね。このように考えると、食べ物から取った酵素というのがそのまま体の中に通過して吸収されるということはまずありません。消化分解に関する酵素は各臓器から分泌されて、さらに食べ物を細かくしていくという作業になります。もうそれは自分自身の体の中の酵素を使っているということになるんですね。つまりは食べ物から含まれる酵素は消化の一部を担う
助けるという働きはありますが、体の内部に入って胃から下に降りる時にはもう完全に失活してしまっているというふうに考えてください。それでは私たちの体の中で作られる酵素についてお話をしたいと思います。一つ目は消化酵素。これは食べ物を体内で使えるサイズの大きさに切り刻んで吸収させるために分解させる働きがある酵素のことです。もう一つ目は代謝酵素です。体内の中にあるいろいろな材料を合成して新しいタンパク質を作ったり、悪いところを修復したり、体内に入った毒素を無毒化させて排出させるまでの様々な化学反応に関係していたり、体を一定の状態に保つために様々な酵素が体内で働いて維持しているというものになります。消化酵素も代謝酵素も基本は自分の体の中で作ります。材料としては、大きく言えばタンパク質ですけれども、それが細かく分解されたアミノ酸、そしてミネラルがあったり、またはそこにビタミンが関与していたり、いろいろなそういう物質によって酵素というのは体内で作られるわけですね。発酵食品というものについて少しお話をしたいと思います。発酵食品というのはお味噌とかお醤油とか酒粕とか納豆とかいろいろな食品がありますよね。ある材料と微生物を繁殖させることによって発酵というのは起きるんですけれども、例えばお味噌を例にお話をしたいと思います。お味噌は大豆を原料にしてそこに麹を一緒に合わせて発酵させますよね。その麹の中には麹菌という微生物が住んでいます。麹菌というのは完全な微生物、生き物になります。その生き物が大豆を栄養源にして微生物の酵素をそこで分泌させるんですね。で、その酵素によって大豆が分解される。その酵素によって新しい今までなかった栄養素を作り出すような効果もあります。なのでお味噌はただ単に大豆を食べるよりも細かく分解されて吸収しやすくなった食べ物ということです。さらにビタミンや機能性成分など新しい物質が付加されている食べ物ということになるんですね。じゃあその麹菌という微生物自体を体内に取り込んだらどうなるかというと、いい微生物に限らずいろいろな微生物が入ってきて体内に勝手に繁殖しちゃったら大変なことになるじゃないですか。そう考えていただいてもわかるように、微生物においてもやはり消化ということで分解されたり、そのまま大腸に来たとしてもそれが吸収されるということはなく、腸内の善玉菌の餌として活用されたり、私たちの腸内に住む微生物のまた活動源となって役に立つという、そのように考えていただくものなんですね。だからお味噌汁を加熱して菌が死んでしまって意味がないのかと言ったらそういうことではなく、細かく分解されて吸収しやすくなって、さらに新しい栄養素が付加された食べ物をいただき、で菌は死んでしまっても善玉菌によってまた活用されるという、そういう食べ物になりますので、そこで死んでしまったとか生きているからいいとかそういうことは関係ないというふうに考えてください。ただ加熱によって時には失われる栄養素というものもありますので、また別の話としてね、加熱した方がいいのか生の方がいいのかっていうのはまた違う栄養素のお話になってきます。そのあたり微生物と酵素と発酵、その3つの言葉の違いご理解いただけたらと思います。一つちょっとおまけ情報になるんですけれども、お味噌や酒粕、甘酒など麹を使って発酵させた食品ってありますよね。実はね、麹には長寿の栄養素と言われるエルゴチオネインというものが含まれています。キノコでそのような成分が含まれていることでも注目されているんですけれども、このエルゴチオネインというのは強力な抗酸化物質でもあるんですね。そういったものも麹を使っている発酵食品には含まれているということなので、発酵食品というのは消化吸収されやすいだけではなくて、様々な機能性成分も取ることができるということです。まだまだ知られていない機能性物質も様々あると思いますので、そういう意味でも発酵って神秘的な食べ物ですよね。代謝が上がるとか痩せるとか綺麗になるとか、そういうことは大きな誤解です。
酵素が含まれるものを摂ることで消化を助けたり、または酵素によって作られた様々な栄養素、または吸収しやすい食べ物を摂る恩恵、そこが本当の酵素が含まれる食品を摂りたい理由なんですね。酵素ドリンクというのも、つまりは材料に微生物を繁殖させて発酵させることで細かく分解されて吸収されて、さらに新しい栄養素や機能性成分が付加された発酵食品ということなんです。サプリメントであってもドリンクであっても他の食品であっても全て同じことになります。それでは最後に、私たちはではどう酵素と向き合って健康に役立てていくのがいいのかをお話ししたいと思います。世の中には酵素という言葉に対して誤解を招くような情報に溢れています。一つ言えることは、酵素というのは自分の体の中で作り出して、その酵素によって私たちは一定の状態を維持して生きているということなんですね。酵素というのは生活習慣に大きく影響しています。体にダメージを与える生活をしないということは、酵素を大切に使う意味でもとても重要です。添加物の多い食べ物を摂ってしまえば、それだけ体内に不要な毒素であったり、化学物質であったり、いろいろなものが含まれてきます。そのたんびに酵素は分解したり解毒をしたりという仕事が増えるわけですね。なるべく自然に近い食べ物を摂ることによって余分な化学反応をたくさん繰り返さなくてもスムーズに消化吸収排出することができるということですね。そしてストレスや睡眠不足、そういったようなことも体内で活性酸素を発生させる原因になります。活性酸素を除去するのも酵素の仕事です。アルコールの摂りすぎやタバコや紫外線によるダメージ、抗酸化物質やビタミン、ミネラルなんかも酵素を作り出したり、または酵素の働きを助けたり、いろんなところでサポートがあります。そう考えると、酵素は外から取って健康にするというよりは、体の中の酵素をなるべく無駄遣いしない。さらに酵素の働きを助けられるような栄養素をしっかり取り入れる。そして規則正しい生活をする。で、適度な負荷、運動とかですね、体が本来持っている能力を高めるようにする。そういったことが自分の酵素と向き合っていく上でとても大切です。酵素に関するイメージ、だいぶ変わったんではないかと思います。私たちの体に備わっている酵素を上手に働かせる食生活、そして生活習慣などを心がけてみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。